皆さんこんにちは、ガジログです。アップルから新しいスマートウォッチであります Apple Watch シリーズ9が発表されました。発表されましたのは日本時間9月13日水曜日の午前2時からの Apple のイベントでした。この時期になりますと Apple Watch は毎年アップデートを繰り返していて、今回も見た感じですね、大幅なデザイン変更というのは一切なく、中身のアップデートという感じになっています。では一体何が変わったのかを含めまして、今回の Apple Watch シリーズ9を他の Apple Watch SE そして Apple Watch Ultra とも比較しながら見ていきたいと思います。というわけで Apple 公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。では本日も行ってみましょう。出てきましたけども、パワフルなチップは Apple Watch 史上最強とあります。スクリーンに触らずにマジックのように Apple Watch を操作する新しい方法が今回入ったということです。そして今回2倍明るいディスプレイが搭載されています。加えてカーボンニュートラルなケースとバンドを採用しているということで、ここ最近のねサスティナブルを非常に意識したモデルとなっています。まずチップの詳しい情報になりますけども、パワフルな進化ですということで、新しい S9 シップが搭載されています。1個前の Apple Watch シリーズ8はシップ8が搭載されていましたので、今回ねそのままアップグレードということで S9 となっています。この S9 のチップは S8 チップと比べて 60% も多い56億個のトランジスタを詰め込んだ新しいデュアルコア CPU ということです。そして新しい4つのニューラルエンジンを搭載しています。こういったパワーアップが見られています。そしてシリーズ9の主な特徴のまた一つであります新しいジェスチャーとありますね、ダブルタップという機能が搭載されました。こういった動きですね、人差し指と親指をポンポンと合わせますとウォッチが動作すると、電話がかかってきた時にこういってね受話することができるわけですね。通話が始まっています。というのも電話出るのも通知を開くのも音楽を再生したり一時停止するのもトントンと人差し指と親指をダブルタップするだけですとあります。このセンサー感度とそしてこの動きですね、さすがアップルだなという感じですね。そして主な特徴の一つであります、今回2倍明るいディスプレイとなりました。シリーズ9の先進的なディスプレイシステムの最大輝度が2000ニトに向上しました。これはシリーズ8の2倍の明るさで太陽の下ではくっきり見やすく、でも映画館の暗い場所では1ニトまで輝度が下がるので一段と使いやすくとあります。これ2000ニトっていうのは初代 Apple Watch Ultra の最大輝度と同等になっています。明るくなるっていうのは当然もちろんいいことなんですけど、個人的にはね1ニトまで輝度が下がるっていうのはすごくいいなと思います。これは自動調光機能っていうのは当然ついていると思いますけども、特に夜間の就寝中ですね、暗い部屋で画面が明るいと本当に眩しくて仕方ないっていうことがあるんですけど、これ1、2トまで下がりますので、本当に最小限の明るさで一応情報が確認できるということであれば実用性としては高いのかなという気がします。このあたりはさすがアップルですね。ここの部分を記載しているっていうのはしっかりスマートウォッチユーザーのニーズに歩み寄ったスタンスを見ることができます。加えて Siri がパワーアップしました。知りたいことを Siri で知ろうとね。このシリーズ9では Siri へのリクエストは全てあなたのデバイス上で処理されます。全てウォッチ本体の中で処理されるということですね。そしてその音声の入力精度も最大 25% アップするということで、なかなかのねパワーアップが見られています。加えて搭載している OS になりますが、今回 WatchOS10 が搭載されています。最高しました。最高の出来栄えですということでね、ダジャレが入っていますね。そして機能についての情報になりますが、まず健康ということでヘルスケアになります。まず心電図になります。つまり ECG 搭載ということになっています。この辺はさすがですね。そして体に取り込まれた酸素のレベルをチェックということで S3 には搭載されていない機能になりますが、血中酸素を測定する機能がついています。加えて睡眠測定もしっかり対応していますね。レム睡眠やコア睡眠、深い睡眠、浅い睡眠とかね、そういった測定を細かく分析し表示する機能もついています。そして女性の健康の機能も入っています。これは革新的な皮膚温センサーを搭載しているので実現しているわけですね。また心の状態を記録するということで、はっきりとマインドフルネスという言葉を使って呼吸をね整えるための機能が搭載されています。そしてつながる欲しかったのはこのスピード感ということです。デジタルクラウドのところに赤いリングがついているものはセルラーモデルになっていて、 iPhone が近くになくても電話をかけたり受けたりすることができ
きるということでですね、そして通信機能ももちろんついていますので、データ通信もできるようになっています。加えて Apple Watch 上に音楽保存をしたり、もしくは Apple Music を使って音楽を楽しむこともできます。そしてね、当然ながら Apple Watch には Suica 対応ということでね、昔からね、このあたりしっかり対応しています。次はワークアウトの情報になります。フィットネス、すべては進むためにとありますけども、まず対応しているワークアウトになりますが、ここにね、様々なアイコンが出ていますけども、ほぼ皆さんがされるスポーツには対応しているものと思われます。そして Apple Watch は防水機能も搭載していまして、50メートルの耐水性能も備えています。そしてシリーズ8から搭載された機能になりますが、転倒検知ですね、安全、助けて、その声を簡単に届けますとあります。転倒する、自動車で衝突事故に遭う、そんな緊急の出来事に遭遇した時は Apple Watch シリーズ9があなたの代わりに助けを呼びますと出ていますけども、転倒を検知することによって Apple Watch 自身が特定の電話番号に発信するという機能がついています。ということで、ここからは Apple Watch シリーズ9と、そして今回発表されませんでしたが Apple Watch SE、そして Apple Watch Ultra 2とね、今回同時に発表されたモデルとどんな違いがあるかを比較していきたいと思います。まずね、価格がもう出ていますけども、今回のシリーズ9は 59,800 円からのお値段となっています。 SE は 34,800 円と結構安いですね。ウルトラ2はね、128,800 円と、これはかなり高くなっていますが、初代のモデルに対しましてはそんなに価格はアップしていませんね。では今回メインとしましては Apple Watch シリーズ9で見ていますので、どんな感じなんでしょうか。まず画面の明るさはね、先ほどもご紹介しましたが、常時点灯モードを対応している最大2000ニトになっています。 SE は最大1000ニトということで倍の明るさになっています。それに対しましてウルトラ2はなんと今回3000ニトまで上がりまして、初代は2000ニトに対して3000ニトとパワーアップしています。そして搭載しているチップですね、頭脳の部分になりますが、シリーズ9は S9 ということでパワーアップしています。ただ同じものがね、ウルトラと搭載しているのは Apple Watch シリーズ9っていうのはコスパ感が高いっていう感じですね。そしてここちょっと大きな違いが出てきますが、シリーズ9は血中酸素の測定、また心電図ですね、 ECG、 そして当然ながら心拍数の測定関連もしっかり入っています。ウルトラ2もしっかり入っています。それに対しまして SE はですね、なんと血中酸素の測定がついていませんし、心電図の機能もついていません。35,000円ぐらいの価格帯で血中酸素の機能が相変わらずついていないというのはちょっとここが気になるところですね。他のメーカーでは5,000円ぐらいのスマートウォッチでもしっかり血中酸素測定というのができるので、この辺はちょっと気になるところではありますが、おそらく Apple Watch シリーズの中で差別化してるんじゃないかなと思われます。また皮膚温センサーに関してもやっぱり SE は搭載していません。シリーズ9とウルトラは対応しています。そして防水機能ですね、これは SE とシリーズ9は同等ですね。ウルトラ2に関しては 100m の耐水に対応していまして、スキューバダイビングなどにも使うことができるわけですね。そして GPS は SE とともに同等のものが積まれていますが、ウルトラ2に関しましては高精度の2周波2つの信号を受けることができまして、 L1 と L5 の信号を受信できるものと思われます。より精度の高い位置情報を確認することができるようになります。そしてここもね、大きな部分になりますが、シリーズ9のバッテリー持ち最大18時間となっていまして SE と同等になります。しかしながらウルトラ2に関しては最大36時間と倍持つ感じになっていますね。つまり1日半ぐらいは持ちますよと出ています。シリーズ9は1日持たないっていう感じになりますね。もちろん使い方にはよりますけども、自分の活動している時間ぐらいは持つという感じになっています。このあたりは Apple としてなかなか1週間2週間というね、そういったモデル出てきませんけども、これはやっぱり高機能すぎてしまって持たないっていうのか、もしくは今主流になっているリチウム電池ではなく全固体電池とか新たなねイノベーションが生まれたら Apple Watch でも1週間持ちますよ、2週間持ちますよという風になるのかもしれませんね。ということで今回新しくなった Apple Watch シリーズ9がどんな感じになったのかご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。これからですね Apple Watch を買おうと思っている方にとってはこのモデルなかなかいいかもしれませんね。しかしながら大きな変更点っていうのはないのでちょっと考える方も多いかもしれませんけども、もし在庫があるのならば Apple Watch シリーズ8っていうのも未使用品などあればね、そういったモデルを購入するのもありかなと思いました。というわけでね、この動画参考になれば幸いです。こういったスマートウォッチ情報のスペック解説、そして
実機のレビューなどを含めましてね、ガジェット情報をご紹介しています。よろしければこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。